今日はブリュワーズとハンドドリップでまさかの2冠を制した畠山バリスタにこれからも簡単にできるドリップのやり方というのをこれから畠山さんに聞いて実演をしていただこうと思います。ぜひ最後までご覧ください。皆さんこんにちは。第一電化社の専属バリスタ上松です。先ほどは対談の動画も、畠山バリスタと撮ったんですけども、引き続きここからは、ドリップの実演をしていただけるということで、はい、いいんですか？無料でこんなのやっていただいて。はい、大丈夫です。いいんですね。はい、いいんですね。言っちゃいましたね。いいですよ。わかりました。じゃあちょっと実際にやっていこうと思うんですけども、今日じゃあまず使う道具をちょっと紹介をいただきたいなと思うんですけども、はい。今日はですね、こちらのフラワードリッパー。はい、山陽産業さんでしたかね。山陽産業さん、はい、山陽産業さんのカフェックというブランドのドリッパーですね。このフラワー状にこう花みたいな感じでですね、こう花びらみたいな形でこうリブが入っているので、これフラワードリッパーっていう名前なんですけど。そうなんですね。そうなんです。これ偶然できたみたいです。偶然ですか？リブをどんどんこう深くしていこうと思ったら、こう偶然こう花みたいな形になったっていうような経緯があってですね、このリブが深いことですごく落ちるのが早くなるので、それを狙った気分になってます。はあ。なんか今これすごい人気なんですね。めちゃくちゃ売れてると思います。へえ。なんか次のドリッパーのニューウェーブだって言われてるかもしれないですね。かもしれない。僕はそうだと思ってます。なんか世界でもすごい人気が、これ一応ね、もちろん日本のメーカーですもんね。そうですね。日本のメーカーで有田焼で作られてるんですけれども、やっぱこの品質すごくいいので、海外でものすごく引き合いが多いみたいで、もう飛ぶように売れてますね。ハンドドリップですね。はい。はい。で、優勝された時は、このフラワードリッパーを使われたということで、はい。実際にかなりいいドリッパーっていうことなので、はい。じゃあちょっと今日はそれで、やっていこうっていうことで、フィルターもこれは、こちらも山陽産業さんのアバカフィルターですね。はい。こちらはもうすごく、クレープ構造っていうこの構造がですね、ザラザラした構造。はい。なってまして。これ実際さっきちょっと対談でも。そうですね。そうですね、お話したので、ちょっと気になる方はその対談の動画を見ていただければ、それもちょっと詳しく解説をしてます。すごく勉強になりました。はい。じゃあその、アバカフィルターを使っていきます。はい。やっていきましょうかね。はい。お湯は沸いてますので、お湯の温度は何度？ 85度。はい。お湯は85度で抽出をするそうです。はい。これなんで85度とかって感じですか？いろんな豆をこう抽出した時にですね、こうやっぱり高温で入れて美味しいものと、ちょっと低めで入れて美味しいものっていろいろあるんですけど、85度ぐらいで入れてあげると、どっちも結構対応ができて、結構バランスよく入ります。なるほど、なるほど。じゃあ今回は85度。すごく今、そういう理にかなった理論をおっしゃってるなと思いますので、85度のレシピということです。はい。で、あと今日、コーヒー豆ですね、なんと、私たちの、会社のブランドで展開をしております、山の上焙煎所の中入りです。これを、今日は畠山さんが美味しく入れてくださるということで、多分今まで飲んだことがないぐらい美味しいコーヒーになるんだろうなっていうふうに期待をしております。頑張ります。めっちゃ今ハードル上げましたけど。中入り私たくさん飲んでますので、はい。なるほど、わかりました。じゃあちょっと、山の上焙煎所のコーヒー豆と、じゃああと使う材料としてはこういう、あれですね、受けるというか、サーバーと、これコップでも家庭だったら大丈夫ですね。あと今日赤いやっていうこれ電子スケールですけども、別に普通の電子スケールでも大丈夫ですね。もちろんです。はい。タニタとか、普通のキッチンスケールでも大丈夫ですし、その場合はですね、タイマーは、スマホとか。こういうなんか別でこういうタイマー、キッチンタイマーとかある方がいいってことですね。はい。なるほど。時間が測れることと重さが測れることが重要ですね。なるほど。わかりました。はい。じゃあ、豆をまずひいていきましょうかね。はい。じゃあちょっと、封を開けたいと思います。豆は何グラム使いましょうか？豆は、今回1杯用で大丈夫ですか？大丈夫です。はい。そしたら15グラム使います。15グラムですね。はい。これは逆に言えば、どんなコーヒー豆でもある程度対応できるレシピっていう感じですかね。そうですね。なるほど。僕が普段基本として入れるレシピになりまして。じゃあ別に本当にどんなコーヒー豆でも対応やっていけるレシピ。要はそこからさらにどうするかっていうことですよね。そうですね。なるほど。わかりました。はい。15g 今測ったので、じゃあ引いていきたいと思います。どれぐらいのこれ引き目で引きましょうか？中粗挽きぐらいがいいかなと思います。中粗挽きぐらい。はい。じゃあちょっと、じゃあ EK で引きましょうか。引き目をじゃあ見ますか。
はい。結構粗めですよね。まあ確かに本当に中粗挽きっていうのがふさわしい感じですね。そうですね。はい。そんなに粗すぎず、細かすぎず。なるほど。はい、じゃあ、今ドリッパーを、電子スケールにセットされました。はい。まずは、このペーパーですね、この保管状態によっては結構ペーパーの匂いがきつかったりする場合があるので、はい、まずはペーパーをリンスし、湯通しですね、していきます。はい、でこういう感じでですね、ペーパーをちょっと押さえてあげて、で、真ん中からスーッと周りに。結構ペーパーの匂いってきついですよね。私も思ったんですけど、このお湯通しした後のお湯をちょっと飲んでみるって言ったらあれですけど、飲むとすごい紙の味しますよね。めちゃくちゃしますよね。これ本当にやってない方はされた方がいいと思います。お湯通しは。で、プラスチックの場合はだいたい2回ぐらいでいいんですけど、はい、今日は陶器のドリッパーを使うので、はい、この器具を温める意味で、もう1回3回ぐらいやってあげると、3回やるんですね。しっかりと器具も温まる。私もただかけてるだけでした今まで。なるほどなるほど。ペーパーの匂い自体はもう2回ぐらいやれば取れちゃうんですけど、3回目はこのドリッパーを温める意味で。なるほど。ただ下のこれは捨てます。捨てます。はい。で、気になる方は一回これをまたお湯ですすいでいただいてもいいです。ちょっと残ってる可能性があるってことですね。そうですね。ペーパーの。なるほど。すごく敏感な方だとこれも気になってしまうかもしれないので、はい、お湯ですすいであげるとより、ペーパーの香りはないかなと思います。わかりました。では、入れていこうと思います。わかりました。お願いします。まずは粉をセットします。今全部入れちゃいましたね。15g すべて、はい、中粗挽きのものですね。はい。で、この時に少し山になっちゃってると思うので、こうするとですね、お湯をかけた時にお湯がこう流れていっちゃうんですね。そうですね。山にこうかけちゃう感じになりますね。はい。なので、これをこう平らにフラットにしてあげる。これが準備ですね。はい。そしたらいよいよ。じゃあ、ここお湯かけ出してから時間も一緒に測る感じですかね。そうですね。わかりました。じゃあ、ちょっと一応、カメラにもわかりやすいように私も別でここで測ろうと思いますので。はい。じゃあ、行きましょうかね。はい。じゃあ、用意どんで。用意どんで。はい。いきます。はい。用意、スタート。このように真ん中になるべくお湯をかけてあげて、で、全体に行き渡るようにしてあげる。真ん中から今、渦をかく感じで、これよくあるパターンですかね。そうですね。はい。で、この時に結構周りまでしっかりかけようと思って、周りの方によくこうかけてしまう人いるんですけど、できる限りやっぱ真ん中にがいいんですね。やってあげた方がいいです。なるほど。真ん中はやっぱ一番粉の層がね、厚いんでね。で、30秒経ったら、2投目。なるほど。で、これですね、僕の場合は結構土手を崩していくパターンが多いので、真ん中、外、真ん中っていう感じで、お湯を注いでいきます。土手っていうのはこの周りの部分ですよね。そうですね。なるほど。すべての粉から均一に成分を抽出するっていう意図でやってます。で、1分になったら3投目なんですが、3投目はちょっと特殊でですね、周りにもこう、すごい大胆にかけられましたね。ちょっとさっとなんですけど、今はちょっと分かりやすいように周りに。そうすると、もう粉がフラットになってくれるので、次4投目からはですね、非常にかけやすくなります。なるほど。で、1分20秒から4投目ですね。確かに今均等にお湯がさっと伸びましたよね。そうなんです。これでこう上まで来ちゃってると、こう抽出されない粉が出てきてしまうので、3投目でフラットにするっていうのは結構重要な工程だったりします。で、1分40秒で目的の湯量まで注いであげる。なるほど。これ今トータルで何グラムのお湯？トータルで、だいたい225から230ぐらい。なるほど、なるほど。今ちょうど電子スケール230になってます。はい。で、僕はもう落としきり。落としきりなんですね。はい。
で、だいたい2分20秒ぐらいを目安にするんですけど、ちょっと早く落ちるときは別にそれでも大丈夫です。これやっぱ落としきりでいけるのはこのドリッパーの性質というか。メリットだと思いますね。早いからってことですね。落ちるのが。なるほど。で、外してあげる。はい。ですね。シンプルですね。ちょっと途中職人技だなっていう感じもありましたけど、でもシンプルですね、考え方は。なるほど。ちょっとじゃあ、飲んでみましょうか。ちょっとはい、じゃあちょっと飲んでいきたいと思います。飲む前にですね、これを回すんですね。よくかき混ぜてあげます。なるほど。で、これをすることによって、濃度差が均一になるっていうのと、あとは空気にちょっと触れ合うことで、味が結構丸くなったりするので。エアレーションじゃないですけど、空気がちょっと含まれるってことですね。ワインでいうデキャンタージュ。はい。みたいな感じですね。なるほど。素晴らしいです。素晴らしいですか。いやありがとうございます。山の上焙煎所。いや、美味しそうな感じですね。ステマみたいな。確かに。いや、でも実際にね、ちゃんといい豆使ってます。ブレンドですけどね。スペシャルティですもんね。もちろんスペシャルティです。オールスペシャルティです。いやー、すごい。こちらで。はい。じゃあちょっと、いただきます。チャンピオンが入れてくれたハンド、なかなか緊張しますね。もちろん、弊社でもこのレシピは用意してましたけど、まさかチャンピオンに山の上焙煎所の豆で入れていただけると思わなかったので、ちょっとじゃあ、いただきます。美味しい。美味しいですね。自分で言うのもなんですが。多分豆がいいんでしょう。俺じゃない。腕がいいですね。肌の腕がいいですね。どっちも美味しいです、本当に。どこがかけてもやっぱ美味しいコーヒーにはならないので。なるほど、なるほど。これでも今さっきもドリップ見てても、なんて言いますか、外側にこうかけたりする。あれはやっぱりミスるとこう水っぽくなっちゃったりとかってやっぱリスクはある。なんかちょっとちらっとどっか私も聞いた話なんですけど、かけすぎちゃうとダメですね。ダメなんですね。横からはお水が抜けちゃう。抜けます。このドリッパーのこの脇からですね、これやっぱりこう壁があるんで全部が抜けていくわけではないんですけど、周りにかけるとその分少しお湯が落ちていってしまうっていうのはあり得ますね。なので周りにかけるときは本当にさっとかける。なるほど。一瞬だけかけてあげるっていうのが結構重要です。これちょっと今飲んでいるんですけども、じゃあこっからさらにこう味を変えるときに、まず畠山さんだったら何を変えられる、その調整するっていうところだと何を調整されますか？そうですね。でも今、これもうほぼ完璧。完璧なんですね。ほぼ完璧だと思うんですけど。確かにめちゃくちゃ美味しいですもん。めちゃくちゃ美味しいんですけど、もし、例えばこれがちょっと苦かったりとか、ちょっと酸味があったりとか、いう時に、僕が変えるポイント、ちょっとワンポイント、じゃあちょっとお伝えさせていただきます。ありがとうございます。もし苦くなってしまった場合なんですけど、お湯の温度を少し下げてあげます。そうすると、苦味の成分って高温帯で出やすいので、少しお湯の温度を下げてあげると苦味が柔らかくなったりします。で、酸味が強いなっていう場合、特にね、浅入りのコーヒーだと多いと思うんですけど、酸味がちょっと強すぎる、きつすぎるっていう場合は、その場合はですね、抽出の時間を、固定したまんま、引き目をちょっと細かくしてあげると、より甘さがしっかりと出てくれるので。なるほど。じゃあ、引き目に対してまずアプローチをするっていうことですね。そうですね。なんか調整するときって結構変えた方がいいんですよ、その細かくするならば。ちょこっとでいい。ちょこっとでいいですね。なるほど、なるほど、なるほど。あんまりなんていうんですかね、バリスタの勉強中の方とかで、変えた時にどれぐらい変わるのかっていうのを、知りたいっていう場合は、大きく変えるっていうのも一つ手段だと思うんですけど、実際は多分そこまで変えてしまうと、だいぶ味わいが変わってしまうので、なるほど。ちょっとだけ変えてあげるだけでも、結構味わいは変化あるので。わかりました。じゃあなんか、今85度っていうところだったりとか、多分そういういろんな要素が、意外と逆に初心者の方とかって85度とかの方がやりやすいんですかね、もしかすると。85度はもう一番やりやすいです。皆さん聞きましたか？ 85 度は一番やりやすいですっていう名言が出ました。スペシャルティーコーヒー結構高温で入れる人多いんですけど。多いですね。私も高温派ですよ、どちらかというと。これはですね、高温で入れるのは、豆の品質とか焙煎がうまくないと、高温で入れた時にですね、めちゃくちゃ美味しくなるってことは少ないんですよ。結構雑味が出やすかったりするので。ピンポイントって感じですかね、イメージ。そうです。なるほど。じゃあ今85度に下げたことでストライクゾーンが広くなったっていう考え方ですか？そういうことです。はあ、なるほど。一般向けですね、こちらは。そういうことですね。はい。は
はあ、いや、なんか、これでも、まあ、もっと多分いろんな理論あると思うので。そうですね。はい。もう僕のチャンネルの方では結構こういう、抽出の理論だったりとか、そういったのを1時間ぐらい解説してる動画、本当におかしいんで、これも無料で見れるっていうこと自体がおかしいので、はい、本当に、そのうちなんか誰かに支えたりしないですか？大丈夫ですか？全然大丈夫ですか？ただ、いつか非公開になるかもしれないです。そうですよね。いや、あんだけのものを無料で公開しちゃうってなかなかおかしいと思うので、もう、なんか広くいろんな人に知ってもらって、はい、いろんな人が美味しいコーヒーを飲めるようになったら、まあ僕も嬉しいなということで公開させていただいてますので、ぜひご覧ください。はい。まあじゃあこの動画、まあもうこれ本当ね、ちょっと実演動画なのでこれだけなんですけども、まあ今見ていただいてやってみたいなとか思っていただければぜひですね、高評価ボタンと、あと第一年化者と、あとまあ畠山さんのチャンネル登録もぜひね、やっていただけると、まあこれからもいろいろ多分コラボすることあると思いますので、まあぜひ皆さん、まああとね、コーヒーのこととかで周りでこうなんか迷ってたりとか、どういうドリッパー買ったらいいのかとか、まあどういう豆を買ったらいいのかとか、そういうの迷われてる方いらっしゃればぜひですね、この第一年化者と畠山さんのチャンネルもお勧めをしていただけると非常に嬉しく思いますので、よろしくお願いいたします。であとまた、畠山さんのチャンネルの方でも、ちょっとエスプレッソマシンを使っていただく、そうですね。まあちょっとなんか面白い企画ができればっていうことで、なんかそういう動画のコラボ、まあ今回コラボっていう形なので、まあそういうのも上がると思いますので、ぜひご覧いただければと思います。はい。ではまた次の動画で、はい、お会いしましょう。見ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。